ZGMF1027M デュエルブリッツと ZGMF103HD ライトニングバスターは劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムの後半で登場した機体です。劇中ではエターナルと合流したイザークとリアッカが登場し、ジャガンナート率いるクーデター派の鎮圧に向かいました。バスターとデュエルがまさかの核動力搭載機となって再び活躍する姿に興奮した方も多いのではないでしょうか。今回はそんなデュエルブリッツとライトニングバスターについて解説させていただきます。まずデュエルブリッツとライトニングバスターのベースとなっているのはガンダムシードの物語である第一次連合プラント大戦で活躍した GATX-102 デュエルと GATX-103 バスターとなります。大西洋連邦がオーブのモルゲンレーテ社と共同で開発した初期 GATX シリーズの機体で2機ともストライクと同じ汎用型の X100 型フレームを採用しているのが特徴となっています。クルーゼ隊によるヘリオポリス襲撃で奪取され、以後イザークとディアッカの愛機となり対戦を戦い抜きました。なおデュエルに関しては対戦中にザフトが開発した追加装甲アサルトシュラウドを装備しており、重量が大幅に増加したものの火力が向上しています。対戦終盤でバスターは中破し、デュエルも追加装甲であるアサルトシュラウドを喪失するも機体は残存したまま終戦を迎えました。その後シードデスティニーでは登場しておらず、機体の行方は不明となっていました。ただイラスト集機動戦士ガンダムシード RGB イラストレーションズによると、デュエルとバスターは戦後ザフトが回収し地球連合に返還された後博物館に展示されることになったと噂されていたことが示唆されています。こうして博物館送りの骨董品となったはずの2機でしたが、ヤキンドゥエ攻防戦から約3年の時を経て改修が施され、シードフリーダムでは新たにデュエルブリッツとライトニングバスターとして登場しました。この開発経緯について小説版によると、第一次連合プラント大戦後デュエルとバスターは一度廃棄されたとされています。これを踏まえると最新の設定としては地球連合への返還は単なる噂話であり、実際はザフト側に処遇が委ねられたので表向きは廃棄された機体ということになると思われます。地球連合は対戦中アークエンジェルが記録したデュエルアサルトシュラウドとの交戦データをもとにアサルトシュラウドに酷似した増加装甲フォルテストラを開発しています。そのためその技術をすでにものにしているので、わざわざデュエルやバスターを返還してもらわなくてよかったのかもしれません。なお地球連合はシードデスティニーの時代であるコズミックイラ73年にはモビルスーツ開発計画アクタイオンプロジェクトを実施しており、デュエルとバスターを再生産した機体となるブルデュエルとベルデバスターを開発しているので、イザークとディアッカが登場したデュエルとバスターはヤキンドゥエ戦役後に廃棄されたものの、その系譜自体は開発元である地球連合側で受け継がれていました。また元のデュエルとバスターが廃棄された理由に関しては明かされていませんが、ヤキンドゥエ攻防戦終結後イザークは民間人が乗ったシャトルを撃ち落とすという民間人殺害の罪に問われており、ディアッカも逃亡や利敵行為の罪に問われていました。結果的にはデュランダル議長やアイリーン・カナーバなどの計らいによって不問になりましたが、その間に2人の機体であるデュエルとバスターは名目上廃棄されたとも考えることができそうです。こうして廃棄されたはずだったデュエルとバスターはニコルの父ユーリア・マルフィやイザークの母エザリア・ジュールの主導により試験容器として秘密裏に回収されました。ヤキンドゥエ戦役以前はユーリとエザリアはパトリック・ザラと同じ急進派でしたが、失脚した後はクライン派とつながりがあったようです。回収前の2機の型式番号は連合の機体なので GAT でしたが、回収後はザフト製を示す ZGMF に変わっているので正式にザフト側の機体になったことがわかります。また劇中でエザリアが司法を品定めしている裏でディアッカがザフト軍の宇宙要塞ボアズに隠されたラックス側のレジスタンス補給基地に向かうと話をしていることから、回収はターミナルの秘密工房であるファクトリーが行っていたと考えられます。名称に関してはデュエルブリッツはそのままデュエルにブリッツの名がつきました。武装構成から見てもニコルとその愛機だったブリッツの面影を感じることができます。一方ライトニングバスターに関しては2つの説がささやかれています。一つはライトニングイコール稲妻イコールドイツ語でブリッツということで、
ニコルとブリッツを忘れないという思いから付けられた名称というもの。もう一つは、ライトニング=稲妻=ライジントールトール系に比ということで、ミリアリアの元恋人であるトールの死を忘れないというもの。公式から名称の経緯は明かされていませんが、個人的にはトールの死にディアッカは直接関与しておらず、2機の開発にニコルの父であるユーリが関わっていることから、2機ともニコルを忘れないということで付けられた名称だと思うのですが、皆様はいかが思われますでしょうか。そんなデュエルブリッツとライトニングバスターは、ハリ・ジャガンナートが起こしたクーデター鎮圧のため、ディアッカとイザークの上記としてレジスタンス側から託されました。核動力に換装されていると同時に、コックピット周りもザクウォーリアーと同タイプのものに切り替えられています。核動力へ換装されたことで、ミーティアの大火力兵装を長時間にわたって使用することも可能となっており、作中ではデスティニーでストライクフリーダムとインフィニットジャスティスが使用していたミーティア7号機と8号機と合体していました。また、バトルスピリッツのカード効果ではバリアブルフェイズシフト走行と記載されています。従来の2機はフェイズシフト走行でしたが、インパルス以降の機体の多くに採用されているバリアブルフェイズシフト走行に変更されているため、走行へのエネルギー配分を最適化することができるようになりました。次に、それぞれの機体についてです。まず、デュエルブリッツは、ブリッツを彷彿とさせる武装を持っていて、デザインもフロントスカートなどブリッツに酷似した箇所も見られます。型式番号は 1027M ですが、デュエルが102、ブリッツが207なので、2機を合わせた数字になっていることが伺えます。ブルデュエルの増加走行、フォルペストラにも似た雰囲気のある追加走行は、HGCE の画像によると、パージ可能な新型アサルトシュラウドとなっています。なお、ブルデュエルのフォルテストラはパージできない固定走行なので、あくまでアサルトシュラウドの流れを組んでいることがわかります。また、アサルトシュラウドをパージした素体のデュエルは、原型機と同一の見た目をしています。いくら動力や走行が変更されているとはいえ、3年前の機体をそのまま使用できる点は、初期 GAT シリーズの優秀さを感じられるのではないでしょうか。武装としては、まず、ミニ剣部アーマーに、レールガン、シバーと酷似したビームライフルが装備されています。劇中では、レールガンのような黄色の弾丸を発射していると思われますが、パンフレットには、ビームライフルと記述されている兵装です。左剣部には、2連装ミサイルと、ビームサーベルが1本収納されています。素体のバックパックも、2本のビームサーベルが装備されていますが、アサルトシュラウドを装備した状態だと、剣部のパーツが大型すぎて取り出せないと判断されたのか、剣部にもビームサーベルが内装されています。そして、両腕部には、ブリッツから受け継いだ兵装が装備されています。まず右腕部のランサーダートです。高順システムトリケロスに装備されていたもので、ブリッツはランサーダートを3本装備していましたが、本機は2連装に変更されています。左腕部は、優先式のロケットアンカー、グレイプニールが装備されました。劇中ではランサーダートを使用しており、ブリッツのグレイプニール射出と同じようなモーションでランサーダートを射出する姿が見られました。他にも、劇中では、ミーティアを装備する都合上か使用していませんでしたが、デュエル同様の高エネルギービームライフルと酷似したビームライフルも用意されています。次にライトニングバスターです。本機は、デュエル以上に、原型機から大きく改修されています。そもそもバスターは大型火器を使う都合上、バッテリーの消耗が激しいという欠点があったので、稼働時間を伸ばすために、火器に専用のサブジェネレーターを搭載し、両膝にも予備電源が搭載されていました。しかし、本機は核動力に換装されていることから、エネルギー切れの心配がなくなりました。武装としては、バスターは、腰部アームから背部にかけて、ガンランチャーと高エネルギー収束火線ライフルを装備していて、この2つの武装を連結することで、より高火力の火器として使用できましたが、ライトニングバスターでは、腰部アームの代わりに近接用ビームガンが搭載されています。こちらは、小型ながら手で保持して使用する武装となっています。そして、バックパックには、2門の折りたたみ式ビームキャノンが搭載されました。本兵装は、合体機構がなく、大型のものになっています。ただ、取り回しが向上しているようで、腰から回して手で保持しなくても発射可能です。また、腰から展開するだけではなく、両肩に背負う形で展開することもできます。
この仕様変更のおかげで、ビームガンと合わせて4門同時発射ができるようになり、さらに、ミーティアとの合体中でもビームキャノンを使用できるようになりました。また、原型機は、剣部にミサイルポッドを搭載していましたが、ライトニングバスターは、照準用センサーらしきものに置き換えられています。そのため、ミサイルポッドはバックパック側に装備されました。一見、使用しづらそうな印象を受けますが、劇中では、4門同時発射の際、背部からもミサイルを射出して、正面の敵に攻撃する姿が見られます。劇中で、この2機は、ファウンデーション側に寝返ったジャガンナート率いるクーデター軍を鎮圧するため、ミーティアを装備して出撃しました。よく、まあこんな古い機体を、と言いながらも口元が緩むイザークと、素直に、俺は気に入ってるぜ、と答えるディアッカのやりとりからは、2人の機体への愛着を感じた方も多いのではないでしょうか。その後、オーブ軍に発射されたミサイルを迎撃しつつ、戦場に介入し、ジャガンナートたちに投降を呼びかけていきました。しかし、救出されたラクスの声明を受けても、ジャガンナートは降伏せず、再三の呼びかけに応じることはありませんでした。こうして、最終的に、2機はミーティアをパージ。ジャガンナートのノルブルクハルトに対し、ライトニングバスターは、一斉砲撃によりエンジンを破壊、デュエルブリッツは、ランサーダートを環境に撃ち込んで撃沈しています。その後、デュエルは再度ミーティアを装備、バスターは、ミーティアをインパルスに託しました。そして、ファウンデーションの機関、グルベイムと戦うミレニアムや、レクイエムへ向かうデスティニーとインパルスの援護を行い、レクイエムの破壊を見届けていました。なお、小説版では、レクイエム破壊へ向かう際、アスランと合流したイザークとディアッカがジャスティスと連携して、シンたちの援護を行う姿が見られます。もし、このシーンが映像化されたら、シードデスティニーで3人が連携してファントムペインを圧倒していた時のように、シンを驚愕させているかもしれません。余談ですが、デュエルブリッツとライトニングバスターは、2機とも核動力を搭載しているので、完全にユニース条約違反の機体となっています。さらに、本機は、秘密裏に回収された機体とはいえ、ザフトの機体なので、オーブのように条約は結んでいないという言い訳もできないはずです。また、ミーティア装備で大火力を使用していることから、核動力と疑われる可能性もあります。しかし、舞台挨拶で語られた内容によると、月での戦闘の目撃者は、身内か、それ以外は死亡したと語られています。そのため、インフィニットジャスティスの存在は世間にバレておらず、電子機器も、マイティストライクフリーダムの電磁波攻撃で破壊されたため、記録も残っていないとされています。このことから、デュエルブリッツとライトニングバスターの存在もうやむやになっていると思われ、核動力機の使用に関しては、目撃者さえいなければ問題ないという、なんとも力技な対処法が取られているようです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。